なんか基本いっぱい練習した方がいいっていうのを聞いたので、本当にやる気がないと頑張れないと。一生懸命やってる子ばっかりで、ダンスやってる子も歌の練習をしたりだとか、どっちも両立できるように。現実甘くないんだなみたいな。名前はラムです。2003年生まれです。オーディションコースに通ってます。期間は半年で取ってます。もともと K-POP が好きで、ダンスも歌も未経験なんですけど、やってみたいなっていうのがあって、ドラマとかも昔から見てたので、ちょっとやってみたいなと思って参加しました。一回もしたことなくて、なんかずっとドラマで聞いて、なんかやっぱり韓国行きたいなみたいな、学びたいなと思ってしたことはないです。勉強語学堂、なんか友達もたくさんできて、すごく楽しいですでも日本人と中国人とベトナム人が多いです。やっぱり会話は韓国語ですか？もう韓国語で話してます。日本人とも韓国語でなんか使い合ったりしてます。コツはなんか学校とダンスの間に3時間4時間ぐらい時間があるので、そこでカフェ近くにいっぱいあるので、そこで勉強してからダンスして、家帰ったらまたちょっとだけ勉強して、で朝学校もちょっと早く行って勉強すると結構両立できると思います。語学堂はちょっと自分住んでるところが遠いんですけど、でも電車で20分くらいなので全然頑張っていけますすごく便利に快適に過ごさせていただいてます。したことないんですけど、なんかスタッフの方がなんかわからないことあったら丁寧に教えてくださってありがたいですお菓子とかなんかでもシャンプーだとかはちょっとこっちだと高いので持ってきたりした方がいいかなって思います。主に学校が9時からスタートなので、7時半に起きたりして8時に学校行って、ちょっと早めに着いて勉強して、終わったらダンスまで時間があるのでカフェでちょっと勉強してダンス行って、夜帰ってまた勉強して寝てって感じです特にはないです。なんかお店に行ってもなんかサービスでくれたり、結構優しいですもうなんかたくさんの国の方となんかお話できたり、本当に友達みたいにご飯食べたり遊びに行ったり、すごい仲良くできてます。最初来た子たちはなんか韓国語がわからないから英語で喋ってたんですけど、なんかちょっとみんな韓国語を一緒に喋れるようになってから韓国語で話すようになってます。なんか学校とダンス両立してると結構時間がなくてちょっと疲れちゃうので、基本は寝てるかカフェに行ったりしてゆっくりしてます。なんかダンスの友達と一緒にもうずっとダンス一緒に踊ったり、なんか楽しい動画撮ったり、カフェ行ったりご飯食べたり、すごい楽しいです。一番難しかったのは電話ですかね。なんか電話だとなんかその場で調べたりっていうのができなくて、すぐお話を返さないといけないのでちょっと
電話がすごく難しかったです。もう最初の方本当に迷っていろんなとこ行っちゃったんですけど、慣れたらなんか日本より多分分かりやすい番号なのですごく分かりやすくて、なんかこっちのお菓子本当になんか甘いものがばっかりで、なんかしょっぱいもの食べたくなったらやっぱ日本のお菓子大事だし、あと辛いラーメンとかも多いので日本のラーメンだとかもうすごいめっちゃ便利でした。持ってきて最初もう本当に恋しかったんですけど、もうずっと帰りたい、ラーメン食べたいみたいな感じだったんですけど、でも今はなんかこっち韓国すごい楽しいなって思ってて、住みやすくて、すごくもうなんかご飯のためだけに帰りたいなみたいなくらいですか。なんか本当に勉強に打ち込む勉強、何も考えないようにもう勉強とダンスで忙しくすればなんか何も考えなくて済むっていうか、自分の実力にもなるので、もうひたすら勉強かダンスか歌かあと友達と遊ぶと楽しいので、遊園地とでも全然もうここら辺のカフェも全部行ってケーキいっぱい食べてます。本ですごいです。本でいっぱいあります韓国人の友達、ダンスの方に韓国人が何人かいたりするので、そこで友達になったり、学校で東美制度っていうのがあって、なんか韓国人と交流してお話ししたり勉強を教えていただいたりっていうのがあるので、そこで作れると思います。本場の方との会話があるので、なんかその若者しか使わない単語だったり、なんか本場の単語っていうのが結構わかると思います。慣れましたねもう本当になんかもともと韓国に住んでたんじゃないかぐらいなんかもう慣れました。インターネットで K-POP ダンスとかなんかオーディションとかって調べて出てきました。が本当に返信が早くてすごい助かりますわからないこともちょっとしたことも聞いてもなんかいい対応で返していただけるのですごくありがたいです。スタッフの方の対応はなんかもう本当に早い早い。土日はちょっとお休みなんですけど、月曜日から金曜日はなんかしっかり対応してくださって、もう全然安心していられます。わからないこととかあったら全然助けてくださってありがたいです。すごく大変なんか普通みんなダンスだけとかなので、なんか本当にやる気がないと頑張れないと思います。先生たちがパタゴしてくれたり、もうすごい優しいので全然安心して受けれます。一人一人見てくれてて、授業も一人ずつ見て教えてっていうことがすごい印象に残りました。なんかボーカルでなんか上手だからもうちょっと練習したらなんか可能性あるんじゃないみたいな、なんか結構自信が持てるような言葉いただけました。大体週に 2,3 回ダンスがあって、歌も週に1回なんかこれから変わって週1回になるみたいなお聞きして、なんかたくさん授業を受けれるので、あとちょっと難しい授業だったら変えてもらえたりするので、そこもいいと思います。
ボーカルのレッスンは1クラス 2,3 人いて、先生が最初発声練習をして、そこから1人ずつ15分20分ぐらい一緒にやっていきます。そうですね、なんか学びたい歌だとかオーディションでやったりしたい歌だとかを先生が見てくださって一緒に練習してくれます。なんかもう本当に優しくて、なんかわからないことあればやっぱり翻訳機とかすごい優しいです。もう本当に優しいです。もう本当に一生懸命やってる子ばっかりで、もうダンスやってる子も歌の練習をしたりだとか、どっちも両立できるようにちゃんと練習とかしてるいい子たちです。クラスのレベル評価の時にすごく大変でした。やっぱり落ちたりするともう上がってこれないとか、そういう話を聞いたりしたので、もう一生懸命頑張ってました。どっちも練習してます。なんか空き時間とか結構あるので、ダンス前に練習したり、テスト近い時だったら空いてる時間に練習してます。なんか話しかけてくださる先生が多いです。すごいなんか授業内容でもちょっと面白いことがあったら「何してるの?」とかすごい楽しいです。もう全然不便とか全然してないです。ボーカルの部屋も予約してとかっていうのがあって、すごい分かりやすいので全然不便はないです。広さもちょうどいいです。ちょうどいい。なんか友達と一緒にダンスの練習したりできるちょうどいい部屋だと思います。午前なんかお昼とかだと結構そんなに人がいないので、一人で練習したり部屋を使ったりできます。夜になるとちょっとみんな授業なので、授業前とか後とかやっぱ人が多いです。会社の方一人とキャスのスタッフ一人で2対1で毎週やってるんですけど、すごい最初はすっごい緊張してドキドキするんですけど、何回かやっていけばちょっとずつやり方だとか分かってくると思うので大丈夫だと思います。なんか基本同じ歌をいっぱい練習した方がいいっていうのを聞いたので、同じ曲を歌ったりしてます。他の友達たちは 2,3 回やってまた違うのに交換したりしてます。審査員の方が多分なんか気に入ったりしたら、なんかどれくらいやってるんですかとか、なんか質問が来るのでちょっと分かりやすいと思います。オーディション前にやっぱりオーディションでやるダンスとか歌を練習してから来ます。やっぱり一人暮らしっていうのと、あと今まで勉強っていうのが苦手でやってこなかったんですけど、なんかこっちに来てからは自ら練習したり勉強したりするようになりました。本当に楽しいことしかなくて、大変なこともあるんですけど、なんかいろんな国の友達となんか会話をしたりだとか出会いがあって、文化の違いもあるけどそれもまた刺激になるのですごく楽しいです。すごい変わりました。なんか現実甘くないんだなみたいなちょっと大変だなっていうのがあるんですけど、やっぱりやりたい気持ちももっと強くなったと思います。相変わらず歌とかやりたいです。ずっとやりたいなと思ってます。
やりたいことをやっぱりやっていきたいなと思って継続してダンスの練習だとか歌の練習だとか勉強も続けてやっていきたいなって目標にしてます。本当に一生懸命やった方がいいと思います。なんか自分を見つめ直して鏡で動画で撮ったりしてどこがダメなんだろうとか本当に細かくなんか観察した方がもっと自分のためになるっていうか、あと時間を有効活動した方がなんかもったいなかったなとか思わないようにするのが大切だなって思いました。